6分ぐらいで大体わかるマイナー兵器解説始まるよ。今回は中国海軍の働きあり056型コルベットを解説していくぞ。最近の中国艦艇はマイナーじゃないって。普通の人がボーボボの人気キャラ全部言えないのと同じように世間一般じゃマイナー兵器扱いでしょ。細けいことはいいんだよ。さて、時は2000年代後半、人民解放海軍は多数のミサイル艇を有していたが、これらの性能は満足いくものではなかった。そもそも中国海軍の性質が沿岸海軍から外洋海軍に変化しつつあったので、ミサイル艇というジャンル自体がいらなくなっていた。要は攻撃力全振りで汎用性がないミサイル艇よりもパトロールや海外派遣にも使えるコルベットの方を必要とする場面が増えてきたわけだ。そこで人民解放海軍はコルベットの建造を決定。タイ向けに建造したパタ2級をベースに新技術を盛り込んだ。こうして誕生したのが056型というわけだ。ちなみにコルベット建造計画は80年代にもあり、037-2型ミサイル艇を800トンに拡大した038型が計画されたが、高価すぎたため実現化してないぞ。さて、ここからは056型の性能を見ていこう。大きさは全長89メートル、全幅 11.15 メートル、基準排水量1300トンと、意外と小型な艦艇だな。近い大きさだと、著南で有名な湖畔級があるぞ。また、機関性能も控えめで、最大速力25ノット、航続距離は16ノットで3500海里だ。湖畔級は15ノットで4000海里だから普通らしいな。船体は、ステルス性を考慮して設計されており、レーダー反射弾面積は500トン級の船と同程度だ。一方で武装は充実しており、76mm 速射砲1門のほか、YJ83 対艦ミサイル4発、HH90 キーサム8連装発射機1機、3連装単魚雷発射管2機、30mm 遠隔操作機銃2機を有するぞ。対空ミサイルは RAM と同じ性能、対艦ミサイルはエグゾセをベースにしており、ハープーンミサイルより一回り大きいぞ。電子戦装備は一通り装備しているほか、艦首バルバスバウにソナーを装備。17番艦からは可変深度ソナーと5連装対戦ロケット発射機2機を装備した対戦型も並行して建造されているらしい。他にはヘリ甲板を有しているが格納庫はなく、ヘリの給油や人員物資輸送に用いられているとか。また見過ごせない点には居住性の改善が挙げられるな。機関室の無人化などの少人数化の結果、乗員数は60名で、同規模の053型フリゲートの190名や440トン小海艇である037型の78名よりも少なくなっている。艦内の写真がないから想像になるが、間違いなく居住性は良好だ。もしかしたら兵員室は2人部屋、士官室は全室個室かもしれないな。このように056型の性能は中国沿岸での使用を前提に対水上、対空、対戦任務を単艦である程度こなせるようバランスよくまとまっていると言えるな。そのため056型はミサイル艇や小海艇のみならず、かつての主力だった053型フリゲートも置き換えているぞ。だが056型最大の特徴にして脅威なのは性能ではなく数だ。056型はもともと大量建造が予定されていたが、2012年にお船大好き習近平政権が発足したため、その建造数はさらに追加されたと考えられるぞ。建造は2011年から2021年まで続き、計72隻が就役。4カ所の造船所が建造に参加したという。さらにナイジェリア海軍に2隻、バングラデシュ海軍に4隻が別途建造。すでに引き渡し済みだ。他には比較的対戦能力が低い初期型22隻が中国海警局に移管。改装の末、今年1月より再就役した。さて、ここからは056型の運用を全部妄想で話そう。実際の運用を説明しろ。世界の艦船だと054型や055型ばっか話題になってて、資料が集まらなかったんですよ。まず056型の主任務は哨戒と対戦任務と言える。特に台湾海峡は半分が水深50メートルと浅いため、056型でも潜水艦を探知、攻撃しやすいと思うぞ。また哨戒任務も地味ながら重要で、056型が哨戒を一任することで054型フリゲートや055型巡洋艦を哨戒に駆り出さずに済み、訓練などの軍事的行動に専念できる環境を整えている。また056型自体数が多いので気軽に使えるのも重要だな。戦争になっても損失を恐れずどんどん投入できるぞ。数の多さは選択肢の多さにつながる。創始にもそう書いてある。副産物だと言えるが、海軍士官の育成に使われてると思うぞ。新米士官を056型で経験を積ませ、大型艦へ再配置してると考えられる。そう考えると
中国海軍の土台を担っていると言えるな。一方、中国海警局に配備された方は微妙だと思うな。航続距離や船体規模は十分だ。元軍艦のため整備に手間や金がかかると思うぞ。私的には海警局への配備は政治的パフォーマンスで、本当はもっとコスパのいい巡視船が収益するまでのつなぎじゃないかと思うな。さてまとめると、056型は程よい大きさ、バランスのいい武装、圧倒的な物量で中国海軍を支える。なんでもやだ。ガンダムで言えばジムやストライクダガーに当たるな。もっとも中国の場合、ジムカスタムや105ダガー枠である054型や055型も数十隻量産しているのが脅威なんだがな。だがそういった大型艦艇の機関人員を育成したり訓練に専念できる環境を056型が作っているわけだから、兵士の功績は間違いなく056型が一番大きいと言えるな。それと旧式化したら海警局に移籍させるのだから、海上保安庁も脅威と感じているだろう。今後も056型の動向に目が離せないと思うぞ。さて今回はここまで。感想やリクエストがあればどうぞ。